ジャパニーズヨガの夏美です。今日のレッスンではしっかり体幹や足回りの筋力を強化して開脚前屈がしやすくなるようなヨガのレッスンになっています。短い時間でも充実感のある内容になっていますので、楽しんでトライしてみてください。では立ちポーズから始めていきます。足をだいたい腰幅やや狭い程度に開いていきましょう。足の裏左右平行のまま膝を折り曲げてお尻を後ろに引き、椅子のポーズに入っていきます。この時に両手を内側に運んで拳を握るようにして足の内ももで挟んでいきましょう。今したいことはももの内側に効かせるようなイメージです。つま先より膝が前に出ないようにしっかりお尻を後ろに引くことがとても大切です。また骨盤を前傾させるように足の付け根を内側に引き入れましょう。視線は前、そのまま少し弾ませてもいいので呼吸です。では一度膝を折り曲げて屈伸に入りましょう。軽くつま先の方に体重をかけた後、お腹とももを近づけるように前屈の姿勢、少し体を揺らしてみたりバウンドさせながら息もはーっと吐き出します。ではお腹を締めてロールアップで起きていきましょう。背骨一つ一つを積み上げるようにゆっくり、最後に頭が持ち上がってきます。肩を一回し回したらマットの長い方を正面に向けて体を整えていきます。この状態からつま先をやや外側に向けておきましょう。右手を出して手首をつかみ吸って吐きながらゆっくり伸びた背骨を引っ張るように側屈します。体の力はいらないので楽にしながら体側の伸びを感じましょう。では吸いながらセンターに戻ったら、次は手首を組み替えて吸って背骨を長く伸ばした後に伸びた背骨をゆっくり側屈させます。さあ、では次の吸う息が来たら正面に戻っていって骨盤に手を添えながら軽く膝を踏み込んでいきましょう。踏みしめながら膝が内側に入ってこないように足のスタンスが広すぎたり狭すぎたりすれば自分の体に合わせてかかとの真上に膝のポジション、しっかり下肢の筋力を強めていきます。では低いお尻の位置が決まったら吸って手を持ち上げ肘を曲げて女神のポーズへ。そのまま呼吸を通しつつ足回りの強化、余裕がある場合はかかとアップダウンをするようにしながらさらに刺激を強めていきます。呼吸だけは止めないで継続していきましょう。さあ、あともう少しだけ。では次の吸う息が来たら膝を伸ばしていきます。かかとを軸にして右のつま先を外側、左のつま先は正面かやや内向きにしていきましょう。そのまま両手を吸って横に持ち上げ、吐く息で体を倒して三角のポーズ。下の手は起きやすい部分で構いません。背骨をスッと伸ばしながら伸びた手、その先に視線を送っていきます。足の裏で地面を感じ、しっかり踏みしめることで上半身が伸びます。では息を吸って吐く息で頭の先遠くに手を伸ばし、ウティタトリコナーサナ。もう一つ上半身と下半身を違う方向に引っ張り、体をしなやかに使います。そこから吸って吐きながら足を挟むように手をセット。しんどければ膝を少し曲げ伸ばしを入れたりしながらマットの短い方に骨盤を向けます。ではその状態のままでまだいければ吸って吐く息で前屈を取り入れましょう。
三角前屈ポーズで足回りや背面をストレッチしていきます。呼吸の流れを感じつつ、自分の体に合わせて足の曲げ伸ばしなども取り入れましょう。ではもう一つ続けられそうであれば、左手足の横についたまま、右手骨盤のセンターの仙骨に手の甲を当てましょう。吸って背を伸ばし、吐きながらねじっていきます。ねじりが作れた後、もう少しいけそうであれば、さらに右手を高く伸ばしていきましょう。手と手を引っ張るように、そして足裏は力強く地面を押したままです。ではもう一呼吸吸って、吐く息で手を下ろしていきましょう。軽く膝を曲げて、もう一歩前の方にカップハンズと手をついていきます。体重を右足にしっかりかけて、いけそうであれば片足のバランスポーズ。だいたいお尻と同じぐらいの高さに足を伸ばし、そして上半身もスーッと伸びる感覚で、選手のポーズの3番、両手が床についたバージョンです。では膝を曲げてからでいいので、ゆっくり後ろ足つき直しましょう。そしてもう一歩手を自分の方に引き寄せてから、骨盤をマットの長い方に向けて、スッと左手高く伸ばし三角ポーズに戻り、膝曲げてからでもいいので、お腹を締めて上体センター、吐いて解放。軽く膝曲げ伸ばしを入れながら、足の方向を組み替えていきましょう。吸って手を横、吐く息で体を倒して三角ポーズ。今の呼吸の流れを感じつつ、体を多方向へ引き伸ばしていきます。のびのびと体を使っていきましょう。息を吸って吐きながら、頭の先に伸びます。後ろ足力強く踏みしめて、吸って吐く息で足を挟むように両手セット。膝を少し曲げたりしながら、骨盤をマットの短い方向に向けていきましょう。バランスが取れて余裕があれば、吸って吐きながら前屈を入れます。肩周り、首周りの余分な力みはなるべく解いて、呼吸に合わせて体がゆっくり伸びていくような深まりを感じ取っていきます。さあ、では少し体を起こして、足の横に右手をつき、反対の手骨盤のセンターの仙骨に当てたら、軽くお腹を引き上げて吸って吐きながら体をねじりましょう。まだいけるようであれば、さらに手を伸ばすようにして、土台はどっしり安定させつつも、上半身や手の伸び上がりを感じます。息を吸って、吐く息で上げている手を下ろして、前の膝軽く曲げた後に一歩手を前に運びましょう。さあ、左足にバランス保ったままで、ゆっくり後ろ足を上げていきます。お腹を軽く引き上げる感覚、足とお腹で体を支えていきましょう。呼吸を通して、では後ろ足一歩また置き直しましょう。両手も引き寄せたところから、骨盤は横向き、マットの長い方です。そして右手高く持ち上げて、ここからお腹を締めながら、ゆっくり上体センターに戻しましょう。吐きながら手を下ろし、膝を曲げ伸ばし入れながらでいいので、つま先を正面に向けていきます。では息を吸って吐きながら、背骨遠く前を通るような感覚で前屈へ。軽く膝曲げ伸ばしを入れたり、上半身バウンドさせながらでもいいです。息もはーっと吐き出すことで、余分な力が抜けて、背骨が自然と伸びる感覚。さあ、そこから膝を折り曲げていきましょう。
お尻をぐーっと引くようにしながら上体を起こして胸の前で合掌していきます。さあ、合掌したままお腹を締めて鼻輪のポーズ。そのまま呼吸を通しましょう。3、2、1では吐きながら手を下ろして足を少し内側に引き寄せるようにしてしゃがみ込んだら左右にパタンパタンと揺らすようにリセットをし、次は足を開脚させていきます。だいたい角度はご自身の好きな角度でいいです。足がたくさん開くという方はここからのポーズ少しバランスが取りにくいかもしれません。その場合は足を狭めてみたり角度を整えてみてください。膝とつま先は上に向かっています。左右のお尻をしっかり床に根付かせて、吸って手を上に向かってスーッと引き上がる背骨を感じ、吐く息で一度右側に倒れましょう。さあ、そこからゆっくり体を前、ぐっとお尻と上半身で引っ張り合うような感覚。そして左、この時も遠く背骨は斜め上、お尻は地面の引っ張り合い。ではまた同じようにゆっくりぐるり回りましょう。体幹を使う感覚と骨盤と上半身で引き合う感覚で体を強く使っていきます。反対回し。このエクササイズをすることで開脚前屈などもしやすくなります。さあ、動きを止めて一度手を下ろしたら足を90度から120度ぐらいに置き直して、両手指先お尻の方に向けて肩幅でついていきましょう。そして手でぐっと地面を押して足を開いた上向きの板のポーズです。背面側をぐっと使っていきます。そこからゆっくりお尻を下ろし、次は自分が開ける角度、心地よく開ける角度で前屈をしていきましょう。鼻から吸い、吐く息で倒れます。最後はもう力は必要ないので、ふわっと楽にして、もちろん揺らしてみたり、頑張りすぎているところがあれば余分な力は解放したいので、頑張って静止する必要はないです。さあ、ではゆっくり頭が最後になるように上体を起こしていきましょう。起き上がったらほーっと一息つき、膝裏をトントンとバウンドさせて、足をほぐすようにしながらセンターで閉じていきます。ありがとうございました。さて、今日のレッスンはどうだったでしょうか。今日は体をダイナミックに使うような少しユニークなポーズも織り交ぜてみました。主に足回りを強化していくことと、体幹の筋力を養うことで柔軟性を上げていくようなレッスンの構成です。続けていくと開脚前屈なども深まりやすくなりますので、ぜひ試してみてください。では今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。皆さんいつもありがとうございます。ジャパニーズヨガの夏美です。この度オンラインスクールのインスタグラムバージョンをオープンしました。こちらは月額1100円で非公開のインスタグラムアカウント内のコンテンツが視聴できる内容になっています。月に4回のだいたい45分から60分ほどの長い時間のレッスンが投稿されます。11月の25日からオープンとなりましたので、
気になる方はぜひホームページを見てみてください。では、つながれることに感謝しています。ありがとうございました。